こんにちは。ラグドールのラテ先生です。会社員にとって最も大きな収入は給料。でも時として会社以外からの収入もあります。その中には確定申告などをして税金のかかるものと、確定申告などは不要で税金のかからないものとがあります。今回はこの税金のかからないもののうち、会社員に身近なランキングトップ6をお届けします。税金のかからない収入。順位は普段の生活に身近な少額なものから、時として庶民には縁遠い巨額なものの順に、第6位から第1位まで発表します。第6位は生活用品の売却収入です。ここで心配しなければいけないのは、所得税、そして住民税という税金です。不要となった生活用品をフリマアプリで出品・販売するケースを考えてみましょう。この場合には、売上金という収入が入ります。中古品とはいえ、たまに買った時よりも高い値段で売れることもあります。でも、生活用品の売却収入は、生活必需品でない貴金属や美術品などの売却収入でもない限り、所得税・住民税は非課税となります。第5位は、入院保険金・手術保険金です。ここで心配しなければいけないのは、同じく所得税、そして住民税という税金です。病気や怪我により入院や手術をしなければならなくなった時のことを考えてみましょう。この時不幸中の幸いで医療保険に加入しており、保険金が給付されることとなった場合、この保険金収入は体の障害に起因して支払いを受ける給付金として、所得税・住民税が非課税となります。第4位は育児休業給付金です。ここでも心配しなければいけないのは、同じく所得税、そして住民税という税金です。子どもの養育のために育児休業を取得した場合、雇用保険に入っている方は、会社を経由してハローワークに申請してもらい、育児休業給付金を受け取ることができます。休業期間中は通常無給であり、育児休業中の労働者の生活を支えるためにはお金が必要だからです。したがって、この給付金収入に対して、所得税・住民税は非課税となります。なお、失業期間中に雇用保険から支給される失業給付金、いわゆる失業手当についても、同じような理由により、所得税・住民税は非課税です。第3位は、結婚お祝い金です。ここで心配しなければいけないのは、贈与税という税金です。結婚式・披露宴を開催すると、たくさんご祝儀をいただきます。この収入は個人から受け取るものについて社会通念からはみ出るものでなければ、贈与税が非課税となります。なお、お葬式の時のお香典についても同様です。第2位は、親からの学資金です。ここで心配しなければいけないのは、同じく贈与税という税金です。子どもの進学や本人のリスキリングで、入学金、授業料、仕送りなどの学資金が必要になることがあります。この時は、親から孫の教育費や生活費、本人の通信教育費などをその都度贈与してもらった場合には、贈与税は非課税となります。親は孫や子供に対して民法上の扶養義務を負っているからです。ただし、入学や授業料支払いなどの機会にその都度贈与してもらうことがポイントで、これを怠ると高い税率の贈与税が課されることがあります。したがって、学費支援を受けた都度、領収書をきちんと保管しておくか、できれば手渡しでなく親から直接学校の銀行口座に振り込んでもらうと良いです。栄光の第1位は、高
宝くじの当選金です。ここでも心配しなければいけないのは、所得税、そして住民税という税金です。宝くじを買ってめでたく当選した場合、その当選金は所得税・住民税が非課税となります。宝くじは当選金付商標法という特別な法律により非課税である旨が定められているからです。ちなみに競馬や競輪の当たり券についてはそうした法律の定めはなく、当たったレースごとの儲けを1年間合計した額が一定金額以上になると所得税・住民税が課税されます。以上、税金のかからない収入トップ6でした。ここまでラグドールのラテ先生がお送りしました。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。次回もお楽しみに。よろしければぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。